遠心力を得るためにラケットの動きというのは、ラケットが動いている中で、グリップの方向が変わった時に大きく発生します。例えば下から持っていた下にぶら下げているラケットが上に上がったままだと遠心力が発生してないけども、このグリップが下向いた瞬間ですね、このラケットのグリップが下向いた瞬間のこの位置で遠心力は発生するということになります。なので、この点線はラケットのヘッドの軌道を一応描いています。ラケットがヘッドが前にあって、テイクバックから外線が入ってラケットが前に今度出る瞬間にこういうふうにラケットがのグリップが方向を大きく変える瞬間があります。この動きで遠心力が発生して、外線も発生するということになるので、ラケットヘッドを前に向けておくということは、ある意味すごく重要なことではあります。ただ注意点があります。こういうふうに激しい内線から激しい外線を得るということになると、当然のことながら肩や肘や手首に相当の負荷がかかります。なので、ジュニアであったり、まだ骨の育成や腱の育成が十分でないジュニアであったり、シニア、それからちょっと筋力の弱い方の場合は、あまりラケットを肘から引いて、大きな内線と大きな外線を得に行くと怪我の原因になると思いますので、ジュニアであったりとかシニアの方は、ラケットを回すというドリルの方から入っていただいて、慣れてきたら少しずつ、ヘッドの動きを遠心力を得るような形の方向に持っていくというふうにしていただくのがいいです。そして大事なこととして、打点の位置を前にするということが、最も重要です。どんな打ち方をしたとしても打点が後ろにあればあるほど遠心力が使えず、外線も使えず、筋力で腕力で前へ飛ばすことになります。ですので必ず打点を前にする、ラケットを前向けている場合でも、時計回りに回転をさせた場合でも、最終的にインパクトは体の前でインパクトするということが、体の負担の軽減につながるので、これだけは間違わないように意識をして打点を前にしてください。ではフォアハンド全体のスイングについて解説していきます。まずテイクバックをすることで、ラケットを時計方向に回転をさせて、前に振り出す、内線から外線っていう話をしましたけども、この外線が入るときに左足の動きが極めて重要になります。右利きの方の場合は右足ですね。ラケットヘッドがテイクバックから、後ろに来たときに右足で地面をしっかり蹴る、このキックした地面反力によって力は上向きに働きます。この上向きに働いた力によってラケットはヘッドダウンすることになりますけども、この時点で強く外旋が誘発されることになります。キックがないと外旋せずにそのままラケットが出てきますので、面が下向いたままであったりとか、ラケットにパワーがこもらないままラケットが出てきてしまうと
いうことが起こります。最近ではテイクバックを、この腰の位置に置いといて、ここから前に打つというレッスンもあるようですけども、ここでキックがないとラケットは凱旋しないので、遠心力が全く効かない、このまま出すということになっているので、腕力で打つというような形になります。なので今、話をしているのは、ラケットをしっかり回すタイミングに合わせて、右足をキックすることで凱旋が入るということになります。また凱旋をしながら体を回して、体をこちら側に、回転させることで、ゴルフでいうハンドファーストの状態を作って、インパクトをできるだけ前で、体の前でインパクトを迎えるというのが理想です。この、インパクトを迎える前に、話をしていますキックバックですね。左足のキックバックをしっかり行う。左足の足をキックバックすることで、逆の動きですね。これもスイングに対して、ラケットが前に出ようとする動きに対して、逆の動きを入れることでラケットは、強い遠心力を得て前に出てくるということになりますので、遠心力を生んで使い切ると動きがここで、完成することになります。なのでそれぞれ、回転をさせた腕の動きや、右足のキック、それから、前に出てきた腕に力を与えるための左足のキックバックが、重要になるということだというふうに理解をしてください。では今度はこの図を上から見て、遠心力がどのように働くのかっていうことを説明します。あまりこういった説明はないかと思うので、スイングにこだわりのある方はぜひ見てください。打球方向は、この上に向かって打つと考えていただければと思います。頭があって、一旦構えはこのブルーのラインのように、肩が打球方向に、今回の場合は、平行に並ぶ形になります。右利きの方だとすると、構えた段階では、手はベースラインに対してまっすぐとか平行に出る形ですね。で、ラケットについてはここで時計回転をします。一番後ろに入った段階で、先ほどの右足の、地面へのキックを起こって、凱旋が発生します。ラケットはこういう軌道で振られることになります。実際はこのインパクトの時には体はほぼ正面を向く形になりますので、この肩の線ではなくてこういった肩の線ということになります。そしてラケットは、体の前で打つことになりますから、ここでインパクト、ボールはまっすぐ飛んでいく。
では遠心力がどう効いているかというと、遠心力はこのように効いてますけども、実際は慣性はこっちに向かっています。この慣性に逆らってラケットは腕の長さが決まっているので、左に振られることによって遠心力が発生する。皆さんが車に乗っていて左ハンドルを切った時と同じことが起こります。左ハンドルを切って車が左に曲がろうとするので、遠心力は右に効いているということが起こっているということになります。でさらにここで話したキックバックの役目ですけども、ラケットが前に来る前にここでキックバックが、こっち方向、バック方向に膝が動くとすると、ラケットはこの膝の動きに引っ張られるので、こっち側に体の方に向かって引っ張られることになります。こういったのを、向心力と言いますけども、この向心力と遠心力がバランスしている状態でラケットが最後まで振られるということが起こるので、遠心力を使い切ることができるということになります。向心力という言葉はあまり聞かないかもしれませんが、向心力というのは中心に向かって働く力のことです。向心力と外に向かう力が遠心力です。向心力と遠心力がバランスを取ったとき、同じ力になったときに、遠心力が働いているということが言えます。では遠心力を高めるためには何をしなきゃいけないかというと、向心力を高めると遠心力は強くなるということが言えます。ここで言おうとしていることは、向心力を高めるための動きとしてここに前足のキックバックがあるということです。キックバックをすることで向心力を高めて遠心力を強くしたいということなので、キックバックを入れてほしいということになります。今回の動画ではラケットヘッドを前にすることによって起こること、遠心力、向心力などのスイング全体のことなどを話をさせていただきました。フォアハンドについては今回で基礎編がほぼ終わります。次回以降はバックハンドであったりとか、その他応用編などをやっていきたいというふうに考えています。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。É difícil me pegar. Não tente me dar lapada, sou ligeiro, sei voar. Sou esperto, ninguém vai me esmagar.